私たちが教員になって、岩木先生たちはその後に入ってくるんですけど、私が平成元年に入って、平成元年頃に筑紫大の金森先生、私、それでちょっと前に舞鶴の国友先生で、その上に上東の中野先生で、第一の江崎先生、そこら辺がですね、やっぱり熱心なんですよね。日本一になりたいっていうのは。私学祭っていうのがあったんですね、昭和の時代で。それがなくなって、そして福岡地区をどうにかせないかんということで、私が20前半で金森先生とかそういうふうなので、黒木先生に相談に行ったんですよ、大堀を。で、なんかやりましょうってこのままに。そしたら黒木先生が快く、じゃあやろうっていうことで、私学7校が始まったんです。大堀、福岡第一、東大、黒区、今の上東ですね。で、福岡舞鶴、九州と筑紫大東福岡。じゃあこの7つでやっぱり強くなろうよ。で、黒木先生が OK を出してもらったから、毎年3月にみんなで集まって、でそれに女子中村が入って、でそれで福岡を底上げしよう。でライバル校同士なんだけども、手の内を見せるそんな関係ない。だから底上げするためにはもうガチンコでやろう。で3月選抜前にやって、そしてそこで総当たりをやる。でその時に選抜に出場権はみんなの前で拍手して頑張ってこいよって送って連世界に勝ちます。うちはそういうとこないですよね。ライバル校がそのライバルを褒めたたえるということはない。でその時から上東さん、今の上東さん、東大附属が選抜を取り、その後大堀が取り、そこからここ20年間は全てその私学7校から選抜出場校が出てる。でもう女子はもう中村さんと、筑紫大さん。けどもう一つは地盤がしっかりしてる。今宿さんや女水館さんや女子生が全国の強豪校生とかいろいろずらっといる。でその子たちが前は他のところへ逃げてたのが福岡にとどまってくれるんだよ。それは先生。そしてそういうふうに、あとは中高、小学校からの教科をして。だからそういうふうなところが福岡の強さじゃないかなと思うんです。あとは緑流期ですよね、福岡の。緑流期大会が地元にあるので、私がここを追っても、よそが来てくれるからですよ。これは西日本の新聞社にものすごく感謝してるんですけど、あの期間っていうのは、いろんな高校さんが来ていただける。練習試合じゃなくて大会のついでですけど、やってもらったりするところで刺激もあるし、全国大会できるというのは毎年大きいと思いますけど。入党初から日本一を目指して。いやいや、そんなないんですけど、そうですね、やってるうちにどんどんレベルが上がってる。ただやっぱり、さっき先生が言ったように、学校の興奮もあって、私立の学校なので、やっぱり活動する以上は、ある程度の実績も要求されるので、そういうことは、でもしないですね、私立。中村と東はよく似てるね。女子校と男子校の違いあるけど、学校の感じは似てると思う。どういうところが？文具領土を目指してるっていうところと、あとクラブが強い。だから中村の場合も剣道だけじゃないですよね、全国が。そうなんです。
多いです、全国大会。インターハイにも何分行きようかやな。結構あるよ、4つ。そういう環境もある。うちはまだ日本一がないので、近い将来には絶対取りたいなっていう。それも中村さんは中村さんの剣道で、うちは東福岡高校の剣道で日本一を取りたいっていう。見よう見まね絶対取れないから。だから全国で勝ってる学校っていうのはやっぱりスタイルを持ってますよ。だからオリジナルだからいくらモノマネしても絶対勝てないんですね。だからそのオリジナルには絶対勝たない。だからそれを中村の岩木先生は作り上げたし、筑紫大の金森先生が作り上げたし、で大堀さんも大堀の剣道を作り上げたし、大地も大地の剣道、みんな違うんですよ。でもそれがどこがいいとか悪いとか私は言わない。それを極めれば日本一になれる。どういうふうに築き上げていかれたんですか？ですね、私もいろいろ、私の教えっていうのは母体が長崎なんですよ。長崎なんで、やはり私の一人の力じゃ絶対無理だと。ということで、やはり他の地を入れたい。で、運よく今監督してるギブ先生が来てくれて、そして同じ志を持ったなんだのことを糸山をインターハイにしたで、今はやはりギブ先生がメインでやって、うちの場合はやはり面で勝負したいっていうのがあるので、それも強引に圧をかけてドーンと打つんではなくて、やはり攻め合いの中から相手をスッと引き出してそれが大体うちの、東福岡のメンバ今の中村のスタイル、剣道のスタイルっていうのはどういうお考えで築き上げてこられたんですか？足を使う剣道というのは強いですよね。ちっちゃくても足を使う。あと剣道の中でうちの場合は女子だから母親になるので最終的にはですね、男みたいにずっと続けてくれたらいいですけど、やっぱり一度結婚したり妊娠したりして子供を作ったりするということもあるので、自分の子供が剣道をやってくれるような感じで終わってくれたらいいですね。底辺の剣道もやっぱそうですけど、今子供からちっちゃい少ないのを剣道がいいのが周りに伝わってないと思うんですよね。さっき授業でもあってるのに武道という授業ですけど、もっとこう良さを知ってもらうと剣道人口増えるのかなと思うんですけど、今から部員もやっぱりなかなか集まらない学校さんも多くなってくると思うので、勝つことももちろん大事でしょうけど、剣道のやっぱりこう全体的なものも見ていかないといけないのかなと思ってますし、これはもう男子の先生たちもすごい一生に一応されてるので、女子も大変ですけど、男の子から学ぶこともいっぱいあって、いろんな話をしてもらいながら育ててもらったというか、福岡の先生たちも、まだ私この年ですけど先輩先生がものすごくいらっしゃって、今でもやっぱりいろんなことを教えてもらってるんで、そういう環境も良かったと思います。